で一個ちょっと山本君も気づいたんだけど、流木の浮力って聞いてる？構図で言うともうオツ型構図で ADA として作る1200水槽は初めてなので、まずはオーソドックスのミニチュアアクアリウムっていうシダを多用したり、有形層の華やかな感じを見せて魚が美しく見えるような、楽しく泳ぐような水景を目指していければなと思います。じゃあどうしようかな、後ろいてもらった方がいいかな。そうです、全部支えながら。ちょっとさせてて、わかります。一回離すとでも離すとそうだね。こっち。一回全部入れていこう。はい。散水石は結構苔むした感じをイメージしやすいんで、あとは今回化粧砂使うんで泥目も一番しやすい石の一種類にはなるので、それもあって今回は散水石選んでます。今回たくさん流木あるんですけど、その中の一つだけでもすっごい浮力があって、これもう1ヶ月2ヶ月どころじゃ沈まないんじゃないかなっていうものはもう最初から1回石をくくりつけてしまってやってあげれると、その浮いてくるっていうそこの心配もないかなっていうのはあってくくりつけてます。今巻いてあるモスはピーコックモスとウィローモス混ぜてあって、120新しく初めて1200作るってところでは植物の力借りながらも自然っぽくなってってくれたらいいなっていう思いもあります。アヌビアスのナプチとかが埋めてくれるとより自然っぽくはなるかなと思います。これとかすごいいいです。ちょっと微調整します。なんかこっちが左がかぶさって右がそれを受けて斜めになってるんだ理想なので、手前の遊泳スペースは魚を思うと潰したくはないんで、あとね、それこそ管理する時も大変だもんね。元管理してたものとしてはやっぱ管理するところもしっかりと意識したいかなとは。こうしてこっちをちょい気持ち下げようか。はい。このうまい対比ができると流木
クが立ってる感じがかっこいいから角度は少しきつい方がいいかな。めっちゃウケって感じになった。こっちが覆いかぶされてて、ちょい1対 1？ 結局でも石いっぱい入れていくからな。今 1.2 と1ぐらい、うまくそこを土留め石とか入れて3対2にしていければもう気持ち親流木右でもいいかなこれ。土留めとガレ場作りをしていきます。なんでちょっと細かいの出せるように土留めていこう。はい、中くらいの塩どんどんください。わかりました。じゃあ俺の土留めマスター吉田君がなってくれる。いい感じの石を。私とかはやっぱ大阪にいるんで管理してもらうところは土留めしっかりして楽にしないとかなとは思ってます。あるんでまずは漏れない第一にしていこうと思います。昨日見てもらったのがこっちなんですよ。だいぶ、どっちかっていうとなんか白いっぱいつけたかったんで流木の数をちょっと気持ち多いぐらいになればいいかなと思って。で先にね理想を言うと山水でもやってる、ね、山水でだいぶ濃いしこれやってから軽石入れた方がいいから、さっきライトスクリーンつけて白くさせて隙間を見ながら位置をすごい賢い。意外にあれだね、両サイドだいぶ下げるんだね。てっきりもうちょい前に持ってくるもん。結構下げて、面白い。水草は結局ここまでですけど中継もだいぶボリューミーにさせるんで。真ん中有形層有形層なんですけどなんかデトゴマとかマトグロのちょっと広がってくるやつで重なるイメージを。俺の経験上だとちょっと狭いかなって気がする。ここがその手前から奥に、傾斜でもちろんトリミング重ねながら、その中継からのつながり作ると思うんだけど、それのなんか傾斜をつけるだけのなんだろう、空気が砂のこういうのだけを今意識しちゃったんで、もう少しそうですね。結局別にでも抜けは作らないんで、これぐらいしかないですか。はい、ガーッと有形層のトリミングラインを作りたいって話だったら、俺の経験上ちょっと狭い。気持ちだけちょっと前でしょ。どれぐらい有形層のサイズが小さい石。ここの植栽スペース取ったのと、それに伴ってなおかつ遠近感も出すとなんかごっちゃになりやすいしレイアウトもうまくいかないっていうのになるんで、どっちかというともう周りの雰囲気に合わせて大きい石を選びました。土留めをよりしっかりさせるために、従来軽石をよく使ってはいたんですけど、今回新しくエリエドゥアラインナップで出るジャングルボトムっていうのをですね、ドゥアなんですけどちょっとアクアリウムにも使おうと思います。なんで使うかっていうと、軽石従来のものよりかはジャングルボトムは水質に影響がさせにくいように作られているので、そこでその初期の立ち上がりとかも、水質影響ないと水草しっかりと育ってくれやすいかなとは思うので。淡水の小石とかで
づらいかもしれない。ずっと入ります。結構シダを多く入れて上が、影だいぶ落ちる印象になるので、そこのハイライト効かせるために、一番明るい砂を選びました。育てた経験上結構厚くしちゃうとやっぱ、ずっと言われてることなんですけど、初めはすごい綺麗なんですけど、後々すごいダメになりやすい印象があるんで、薄く薄くを心がけてるんです。考えずに転がす形でやっていきます。綺麗な石の島の輪郭をよりちょっと自然っぽくぼかす意味合いでガレバーを置いてみます。6歳範囲決めてます。植生がきっぱり分かれるっていうよりかは、互い違いでいた方が前から見た時にすごい混ざる感じになるかな。アビックだと水中葉です。社長のご自宅から出たグランデュローサとポリスペルマとセイロンと HRA がここにも入ります。社長の自宅の水槽と同い年なんですよ、私。24歳。なんかすごい感慨深いかなっていうのは。グリーンレッド。したかったでしょう。オミクロソリウムのトライデントになります。今回流木が細いっていうのもあってトライデントを選びました。これとオルピティスを組み合わせてシダのボリュームはすごい多い水槽になるかなと思います。今ボルビティスをつけてます。ミクロと違って若干濃い感じになるんで、同じラインにつけたとしてもボルビの方が奥には見えるかなっていうので、アヌビアスまで多くしちゃうと
のっぺりする印象になるかなとは思ったので、ちょっと少量でいこうと思います。結構環境に左右される色が出ますね。なんで栄養入れ始めたら分かるんですよ。緑色の蝶芽だったのが上からピンク色になったりみたいな、すごい面白い草です。クリプトコリネ・ベンティ・ブラウンです。これはと新しく出た、スピラリス CK 植えます。スピラリスって名前ついてますけど、スピラリスタイガーだったりスピラリスナリよりかは全然背高くならないので、どっちかっていうと 20K と同じ感じで使えるかなと思っています。ハイグロフィラポリスペルマです。葉っぱが広いのと背が結構すぐ高くなってくれたり、脇芽もねすごい出るんでボリュームも出やすいですし、グランデュローサです。いい赤み出してくれるのと、葉っぱの形がポリスペルマから若干似てるっていうのもあってよく一緒に使われるものですね。私もすごい好きな種類です。HRA になります。よりちょっと赤も強くなるんで、手前の緑との印象はすごい良くなるかなと思います。ちょっとまばらには植えていきます。ベトナムゴマの葉草です。背が高くはなりづらく横に広がるんで、有形層の足元を隠す中形層側の役割として植えてます。ソーシャルフェザーダスターを植えます。水面なびいてくれるんですごい水中感の演出とかにはAD ラボ梅田にずっといるので、なんかこういうのがいいなって思ってもらったら作り方聞きに来ていただいたりとか、店舗に立ってるっていうのがすごい強みかなとは思うんで、もうちょっとこれが育たないとかレイアウトこうしたいっていうのはいつでもご相談は受け付けております。